IMG。光の中に、かつて見知った人の輪郭が浮かぶ。顔はまだ半然とせず、ただ温かな気配だけがある。IMG。薄暗い病院の廊下、蛍光灯が一本、かすかに明滅している。2019年3月、スペイン、マドリードの救急病棟で起きた出来事だ。その男性は、48歳だった。名前は公開されていない。ただ一つの事実だけが、今も医療記録に残っている。午後2時17分、心臓が止まった。救急車が到着したのは、それから8分後だ。処置室に運び込まれる間も、心拍は戻らなかった。医師たちは胸骨を押し続けた。電気ショックを3度、4度。モニターの波形は、動かない。ただの直線だった。脳波形が示す数値は、0。20分が経過した時点で、主治医は記録に署名した。臨床的死亡。法的に、彼はもう存在していなかった。臓器提供の手続きが、静かに始まった。処置室の喧騒が、遠ざかる。彼の意識の中では、音が消えていった。機械のアラーム音。医師たちの声。自分の名前を呼ぶ誰かの言葉。それらすべてが、水の底に沈むように、遠く、遠く、静寂だけが、残った。体温が下がり始めた。低温室への搬送を前に、遺体はストレッチャーに移された。廊下を進む車輪の音だけが、空間を満たした。その時、だった。声が、聞こえた。お父さん、それは、子供の声だった。泣きながら叫ぶ。幼い声。脳波はゼロのままだ。聴覚神経は、もう機能していないはずだった。なのに、その声は確かに届いた。彼は後に、こう語っている。どんな夢よりも、はっきりしていた。と、医療記録には書けない何かが、あの廊下で起きていた。彼の息子は、当時12歳だった。その子がなぜあの日、あの時間に病院にいたのか、それを知るには、その朝、まだ何も起きていなかった頃の話から、始めなければならない。スペインの首都マドリード、2019年3月のことだ。その朝、エンリケ・ソリアーノはいつも通り早起きをした。午前6時前には台所に立ち、濃いエスプレッソを一杯だけ飲んだ。パンにオリーブオイルを垂らし、トマトをこすりつける。マドリードの朝の、どこにでもある光景だった。IMG、薄暗い台所、湯気が立つコーヒーカップ。窓の外には夜明け前の青い空。息子のマテオは、まだ眠っていた。12歳の少年の寝顔を、エンリケは一度だけ覗いた。起こすつもりはなかった。ただ、なんとなく、足を止めた。後から思えば、それが最後の穏やかな視線だった。仕事は建設現場の現場監督だ。勤続17年、同僚からの信頼は厚く、口数は少ないが、笑うと目が細くなると言われていた。その日のシフトは午前7時から、いつも15分前には到着する男だった。通勤ルートも変わらなかった。地下鉄を2駅乗り、徒歩7分、途中に小さな花屋がある。エンリケは毎朝そこを横目に通り過ぎながら、妻の命日が近いことを、ぼんやりと思っていた。現場に着くと、まず安全確認をした。ヘルメットをかぶり、同僚に挨拶をして、資材の数を確認した。何も、おかしくなかった。空は少し曇っていたが、雨にはならないと思った。午前10時を過ぎた頃、突然、胸が重くなった。最初は疲れだと思った。前日も遅くまで現場の書類を整理していたからだ。水を一口飲んだ。深呼吸をした。それでも、重さは消えなかった。左腕に、鈍い痺れが走った。休んでくる。そう一言だけ言い残して、詰め所の椅子に腰を下ろした。次の瞬間、エンリケの視界は、急速に暗くなっていった。倒れ込む音を聞いた同僚が振り返った時、彼はすでに床に横たわっていた。救急車が呼ばれるまで3分かかった。現場から最寄りの病院までさらに8分かかった。その間、エンリケは何も感じていなかった。何も
見ていなかった。マテオはまだ学校にいた。父が倒れたことをまだ誰も知らせていなかった。少年はその時間、国語の授業を受けていた。窓の外をぼんやりと眺めながら、この平凡な蝶が取り返しのつかない転換点だったと、エンリケが知るのはずっと後のことだ。意識が戻った後、彼は語った。あの朝、息子の寝顔をもっと長く見ていればよかった。と、しかし意識は、そう簡単には戻らなかった。病院の処置室で、彼の意識は、さらに深く、遠くへと、沈んでいった。IMG、ストレッチャーで運ばれる男性の足元、廊下の蛍光灯が流れるように過ぎていく。IMG、病院の天井、蛍光灯が白く輝いている。処置室の扉が静かに閉まる瞬間、処置室の中で、時間が止まった。エンリケの心臓が最後の一拍を打ったのは、午前8時47分のことだった。モニターの波形が、ゆっくりと平らになっていく。音が消えた。その瞬間、奇妙なことが起きた。彼は語る。痛みがなくなった。と、胸を締め付けていたあの激痛が、まるで誰かが電源を切るように、すっと引いていった。恐怖もなかった。ただ、静かだった。IMG、天井から見下ろす視点、処置室で懸命に動く医療スタッフたちの俯瞰映像。気づいたとき、彼は、天井にいた。正確には、天井の近くに、浮いていた。自分の体が、遠くに見えた。白いシーツ、医師たちの後頭部、看護師が何かを叫んでいる。口が動いているのに、声が届かない。まるで、分厚いガラス越しに見ているようだった。エンリケは、その光景を、ひどく冷静に眺めていたといい、あれは自分だ、と思った。しかし、不思議と、悲しくはなかった。IMG、心電図モニターのフラットライン、0を示す数字がアップになる。医療記録には、こう記されている。心停止確認。午前8時47分。自発呼吸。消失。瞳孔。三大固定。脳波。0。0。だ。信号は、どこにもなかった。この時点で、エンリケの脳は、完全に機能を停止していた。神経科学の定義では、意識は、存在し得ない状態だった。IMG、処置室の外、薄暗い廊下、静まり返った病院の夜間照明。それでも、彼は何かを感じていた。浮遊する感覚が変わり始めた。天井の視点がじわじわと遠のいていく。処置室の明かりが小さくなった。廊下の壁が流れていく。まるで誰かに引っ張られるように、奥へ、奥へと運ばれていった。抵抗しようとしたか、と後に聞かれ、エンリケは首を振った。抵抗という概念がなかった。と、彼は言った。ただ、流れていた。と、IMG、長い廊下の先、白い光が滲むように広がっている円形。廊下の果てに、光があった。強くはない。眩しくもない。ただ、白く、静かに、そこにあった。エンリケは、その方向へ、引き寄せられていった。足はなかった。重さもなかった。時間の感覚も、もうなかった。そして、その光の手前で、彼は、立ち止まった。何かが、あった。光の向こうではなく、後ろから、かすかに、しかし確かに、何かが、届いてきた。IMG、暗い廊下の奥に、白く柔らかな光が滲むように広がっている。人影はなく、静寂だけがある。光は、近づいてくるのではなかった。エンリケが、引き寄せられていった。足の感覚は、もうなかった。床を踏む感触も、空気を裂く抵抗も、何もなかった。ただ、流れていた。川に乗るように、石ではなく、何か別のものに、運ばれるように、白い光だった。眩しくはない。目を細めるほどの強さでは、なかった。むしろ、柔らかかった。
冬の朝、カーテン越しに差し込む光に似ていた。温度があった。それは、冷たくも熱くもなく、ただ、ちょうどよかった。体温と世界の温度が同じになったような感覚だった。恐怖はなかった。それが奇妙だった。人は死を恐れる。本能として、細胞の一つ一つに刻まれた反応として、なのに、便利家の中に恐れはなかった。代わりにあったのは静けさだった。深い、深い静けさ。IMG。光の中に、かつて見知った人の輪郭が浮かぶ。顔はまだ半然とせず、ただ温かな気配だけがある。光の手前で、気配を感じた。人の形だった。いや、形というより、存在の重さだった。エンリケは、その重さを知っていた。長い時間をかけて、どこかで覚えたはずの、懐かしさだった。母だった。14年前に言った。母だった。顔は見えなかった。声も聞こえなかった。それでも、わかった。匂いでも、音でもなく、ただ、そこにいる、という確かさで、わかった。母は、何も言わなかった。ただ、そこにいた。それだけで、十分だった。エンリケは、泣かなかった。泣けなかったのではない。泣く必要が、なかった。長年、胸の奥に積み上げてきた言葉も、謝りたかった記憶も、全部、溶けていくようだった。言葉より前の場所で、何かが、伝わっていた。時間は、動いていなかった。どれだけそこにいたのか、わからなかった。1秒だったかもしれない。永遠だったかもしれない。その問いは、もう意味を持たなかった。IMG。光が少しだけ揺れる。背後から、かすかな振動が届くように、その時だった。後ろから、何かが来た。光の方向ではなく、来た道の方から、音ではなかった。感触でもなかった。ただ、引っ張られるような、しかし柔らかな、何かが、届いてきた。それは、声に似ていた。IMG。霧の中に浮かぶ光の境界線。遠くに扉のような輪郭。静寂を絵にしたような場所。そこには、橋があった。光が続く方向に、終わりがあった。段差ではなかった。壁でもなかった。ただ、そこから先は、違う場所だという確かな感覚が、足元から滲み上がってきた。一歩、踏み出せば、戻れない。言葉にした覚えはなかった。声も出していなかった。それでも、その意味だけが、静かに、骨に刻まれるように、届いていた。マドリードの病院の廊下では、まだ誰かが泣いていた。彼にはもう、体がなかった。耳もなかった。しかし、何かが、来た方向から、引いていた。光に向かう引力とは、まるで違う。柔らかく、しかし確実に、名前を呼ぶような、何か、声に、似ていた。IMG。遠い場所から届く光の糸。境界線のこちら側に立つ人の後ろ姿。止まった。足が止まったのではなく、存在が、止まった。時間が止まったのではなく、方向が、止まった。光の橋はすぐそこにあった。あと一つの石があれば、渡れた、はずだった。その瞬間、何かが浮かんだ。映像ではなかった。感触だった。小さな手の重さ、肩に乗った。あの重さ、息子が、まだ幼かった頃、眠りながら寄りかかってきた。あの、確かな重さ。12歳になった今も、あの子は父親の名前を呼べるだろうか。問いではなかった。答えだった。IMG。光の境界線の手前、一人の人間が、静かに、立ち止まっている。引力が、変わった。硬派遠くなっていなかった。しかし、別の何かが、重くなっていた。終わっていないものの重さが、少しずつ、足元に戻ってくる感覚。残してきた声。聞き終えていない言葉。まだ答えていない。誰かの呼びかけ。それが、この場所で最も重いものだった。光よりも、静寂よりも、
重かった。境界は消えなかった。扉はまだそこにあった。しかし彼は動かなかった。動けなかったのではない。動かなかった。その違いが全てだった。来た方向からもう一度何かが届いてきた。声に似た。しかし声ではない。何かが、そしてそれは今度、形を持ち始めていた。IMG、光の境界線が遠ざかり始め、後方から一筋の光が差し込んでくる暗示的な映像。IMG、走馬灯のように広がる光の断点。幼少期から現在までの映像が折り重なる。それは、突然だった。声が届いた。その瞬間、世界が、ひっくり返った。空間が裂けるように、時間が溶け始めた。マドリードの病院の廊下も、冷たい金属の台車も、消えた。すべてが、消えた。残ったのは、光だった。しかしその光は、眩しくなかった。暖かかった。懐かしかった。まるで何十年も前に失った。誰かの手のぬくもりに、似ていた。IMG、幼い日の記憶。父の手。古い台所の匂い。最初に現れたのは、幼い頃の場面だった。5歳の誕生日。父が買ってくれた。青い自転車。転んで膝をすりむいた。あの石畳の路地。泣きながら立ち上がった。あの夕暮れ。それだけではなかった。場面が重なった。学校の廊下。初めて好きになった女の子の横顔。就職試験の前夜。眠れないまま見上げた天井のシミ。息子が生まれた日のあの白い部屋。すべて順番通りではなかった。バラバラに。しかし確かに押し寄せてきた。IMG、見知らぬ老人に傘を差し出す若い男性の場面。ある雨の日の記憶が浮かんだ。20代の頃だった。バス停で傘を持たない老人が雨に濡れていた。彼は何も考えず自分の傘を差し出した。老人は振り返り、ありがとうと一言だけ言った。彼はその場面をもう忘れていた。完全に忘れていた。なのに今、それが目の前にあった。そして奇妙なことに、その老人の表情が見えた。あの時には気づかなかった。涙の後まで、自分の行為が相手に何を残したか、それが見えていた。IMG、誰かを傷つけた言葉の記憶、向き合えなかった後悔。次の場面は、重かった。28歳の冬。言い争いの末に投げつけた。言葉一つ。お前にはわからない。相手は、黙った。その沈黙の意味を、彼はずっと考えなかった。都合よく。忘れた。でも今、その人の顔が見えた。部屋に戻り、一人で泣いていた場面が、見えた。胸が、締め付けられた。謝れなかった言葉が、ここにあった。届かなかった言葉が、ここで重さを持っていた。IMG、息子との何気ない朝食の場面。笑顔、光、そして最後に現れたのは、ごく普通の朝だった。息子が7歳の頃、食卓でオレンジジュースをこぼして、泣きそうになっていた。彼は笑って、大丈夫だと言った。息子が笑い返した。それだけの場面だった。英雄的なことは何もなかった。ただの朝だった。なのに、それが一番輝いていた。人生の重さとは大きな決断にあるのではなかった。こぼれたジュース、差し出した傘、言えなかった一言、その積み重ねが一つの命だった。パノラマは静かに閉じていった。光が収束し始めた。何かが引き戻そうとしていた。IMG、蛍光灯の白い光が視界を貫く瞬間のクローズアップ。何かが引き戻そうとしていた。光ではなかった。音でもなかった。もっと原始的な何か。肉体の記憶が彼を呼び戻していた。ビート、胸の奥で一度だけ。ビート、ビート。それは心臓だった。IMG、モニターの波形が突然動き出すが、反応があります。誰かの声が遠くから届いた。
くぐもって、歪んで、まるで水中から聞こえるようだった。静寂の世界に雑音が流れ込んでくる。それが痛かった。正直に言えば、戻りたくなかった。あちら側には、穏やかさがあった。重力がなかった。痛みがなかった。時間さえ、なかった。なのにこちら側は、最初の1秒から、すべてが重かった。蛍光灯が、目を刺した。白い天井、金属の匂い、消毒液、体中を走る。鈍い灼熱感、胸郭が、収縮を繰り返す。呼吸が戻ってくる。それがこれほど苦しいとは、思っていなかった。生きるということは、痛みの再開だった。IMG、医療スタッフが慌てて集まる廊下の映像。医療スタッフが走った。記録によれば、午後2時47分、マドリードの病院の低温室に向かっていた搬送台が、廊下の途中で止まった。モニターの警告音が鳴った。誰も、信じられなかった。20分、脳波ゼロの状態が、20分続いていた男が、自発呼吸を再開した。パパ、その声が、聞こえた気がした。幻聴ではないと、彼は後に語っている。夢でもなかった。廊下のどこかから、確かに届いた。12歳の息子の声だった。IMG、父親の手が、初めてわずかに動く瞬間、目を開けたとき、最初に見えたのは光だけだった。輪郭がなかった。すべてが白かった。それから少しずつ、天井の継ぎ目が見えてきた。照明の形が見えてきた。人の顔が見えてきた。誰かが泣いていた。医師か、看護師か、それとも別の誰かか。その時の彼には、まだ判別できなかった。ただ、涙が光を受けて、キラリと光ったのを覚えている。生還した者の目に、最初に映ったのは他者の涙だった。あちら側で見た景色は、穏やかだった。だがこちら側には、涙があった。誰かが、彼の帰りを待っていた。それだけで十分だと、彼は思った。この体験は、彼を変えた。IMG、窓の外、マドリードの空が少しずつ明るくなっていく。IMG、病院の廊下、窓から差し込む朝の光、男性が、ゆっくりと歩いている。彼は、変わった。以前の彼を知る人間なら、誰もがそう言う。マドリードに戻った彼は、まず仕事の優先順位を見直した。昇進の話があった。給料は上がる。だが、彼は断った。上司は驚き、同僚は首をかしげた。説明を求められるたびに、彼はただ静かに微笑んだ。理由は、うまく言葉にならなかった。IMG、リビングで息子と向き合って座る男性。コーヒーカップが2つ、並んでいる。死への恐怖が、消えていた。これは比喩ではない。人生で初めて、死という概念が、ただの、移行、に見えるようになった。失うことへの不安が薄れ、代わりに今という時間が、異様なほど鮮明に感じられるようになった。息子の笑い声が、以前より大きく聞こえた。食事の匂いが、以前より豊かに感じた。朝の光が、以前とは違う色に見えた。感覚が、開いたようだった。IMG、職場で同僚と話す男性。穏やかな表情。周囲はやや戸惑った顔。変化は、対人関係にも及んだ。彼は気づくと、相手の感情を先に察するようになっていた。言葉より前に、何かが伝わってくる。職場の同僚が落ち込んでいると、聞かされる前に分かった。隣人が泣いていると、玄関を開ける前に感じた。自分でも、説明できなかった。周囲の反応は、複雑だった。妻は最初、夫の変化を喜んだ。優しくなった。穏やかになった。と、だが時間が経つにつれ、どこか遠くなったような感覚を覚えたと後に語っている。同じ部屋にいても、彼はもう半分、別のどこかにいる気がした。と、彼女は言った。職場の同僚の多くは、臨死体験の話を聞いて黙り込んだ。信じない者もいた。
酸素不足による幻覚だろう。と、はっきり口にした者もいた。彼は怒らなかった。反論もしなかった。ただ、そうかもしれない。と、静かに答えた。それが、また周囲を戸惑わせた。IMG、夜の窓際、男性が一人、空を見上げている。息子との関係だけは、言葉にしやすかった。あの廊下で聞いた声、脳波がゼロだった時間に届いた。あの一言、それ以来、父と息子の間には、説明のいらない何かが生まれた。多くを語らなくても、近くにいるだけで十分だと、二人とも知っていた。息子は今、その体験を誰にも話していない。ただ父親の隣に座る時間が、以前より長くなった。変化とは、劇的なものとは限らない。静かに、深く、根を張るものもある。彼の体験は、科学にとっての問いでもある。IMG、白衣の医師が薄暗い研究室でモニターを見つめている。脳波グラフが画面に映し出され、フラットなラインが静かに続いている。科学は、問い続ける。あの体験を、どう説明するか、医学的な見解から始めよう。心停止中に起こる意識体験については、いくつかの仮説が存在する。最も広く支持されているのは、脳の酸素欠乏による幻覚という解釈だ。酸素が途絶えた脳は、異常な電気的活動を起こすことがある。側頭葉が刺激され、聴覚や視覚の幻覚が生じることも確認されている。走馬灯のように記憶が蘇る現象も、同じ原理で説明されてきた。IMG、人間の脳の断面図。側頭葉と聴覚のが光で示されている。一見、筋が通っている。しかし、マドリードのこの事例には、その説明が通じない部分がある。幻覚というのは、原則として、本人の記憶や経験をもとに構成される。脳が作り出す映像や音は、すでに知っているものの断片だ。では、なぜ彼は、正確な時刻に、正確な場所で、息子が発した言葉を聞けたのか。IMG、病院の廊下、CCTV の映像風の粒子感あるモノクロ画面。後に確認された CCTV の記録は、静かに、しかし確実に、一つの事実を示していた。息子が廊下に現れたのは、午後2時17分。声を上げて泣きながら、父の名を呼んだ。その時間を帯び、父の脳波は完全にゼロだった。医療記録にも、明確にそう記されている。偶然の一致と片付けるには、あまりに正確すぎる。IMG、研究論文のページ、数値とグラフが並ぶ。世界には、似た証言がある。オランダの心臓外科医ティム・ファン・ロンメルが長年にわたって収集した臨床データには、心停止中に手術室の会話を正確に記憶していた患者の記録が複数含まれている。医師が何を話し、器具がどこに置かれ、看護師が誰と目を合わせたか、意識がないはずの患者が、それを知っていた。神経科学者たちは今も、この現象に対する統一した答えを持っていない。IMG、窓の外を見つめる研究者のシルエット、夕暮れの光、わからない、と言える科学者は、正直だ。そして、その正直さの中にこそ、この問いの重さがある。幻覚か、それとも、脳波がゼロであっても、何かが、聞いているのか。答えは、まだどこにもない。あるのは、事実だけだ。彼はその後、ある言葉を残している。IMG、薄暗い病院の廊下、遠くに窓の光、静寂。彼は、退院した後、長い時間を沈黙の中で過ごした。取材に応じたのは、それから3年後のことだ。記者が尋ねた。あの体験は、あなたを変えましたか？彼は少し間を置いた。窓の外を見た。それから、静かに口を開いた。変えた。というより、気づかせてくれた。何に気づいたか、とは聞かなかった。彼の目が、すでに答えていた。IMG、父と息子の後ろ姿、夕暮れの公園、言葉はない。あの日、
廊下で泣きながら父の名を呼んだ少年は、今も父の隣にいる。12歳だった彼は、あの日以来、一度も父の誕生日を忘れたことがない。父もまた、一度も、息子と過ごす夜を、無駄にしたことがない。奇跡が何かを証明したわけではない。科学が何かを解明したわけでもない。ただ、一つの事実が、二人の時間を変えた。それだけだ。IMG。夜の窓。外の光。誰かが見ている。脳波はゼロだった。聴覚は、失われていた。医療記録は、それを冷静に記している。それでも彼は、聞いた。息子の声を、泣き声を、名前を呼ぶ。あの震えた声を、なぜ聞こえたのか、今も、誰にもわからない。わからない。ということ、それ自体が、この話の核心だ。IMG、朝の光、ゆっくり差し込む、静かな部屋。あなたは今日、誰かの名前を呼んだか、あるいは、誰かに、名前を呼ばれたか、その声が、届いているうちに、その時間が、まだあるうちに、彼が語らなかったことの中に、最も重い言葉がある。もし息子が来なかったら、彼はその先を、一度も口にしなかった。言わなくても、わかるから。IMG、静止した廊下、光だけが動く。フェードアウト。